どうも、男中村です。ブログの読者の方から干しナマコをいただきました。ありがとうございます。私は干しナマコってそれまで知らなかったんですけど、調べてみると中華料理の高級食材として使われてるみたいですね。いただいたものはこれです。ちょっとこうやって遊んでみました。これは伊勢志摩産の特級品です。トゲトゲが立って非常に美しいですね。これは伊勢志摩で採れたナマコの内臓を取り出してボイルして天日干しにしたものなんです。これ1個でステーキ1枚分ぐらいの値打ちあるんですよ。これを料理するわけなんですけど、当然料理するには水で戻さないといけないでしょ。けど干し椎茸のように水につけとくだけで簡単に戻るもんじゃないんですよ。熱湯を入れて何度も熱湯を取り替えて何日もかけて戻すんですよ。それだけではなくて、聞くところによると干しナマコは油分が厳禁で、油分がナマコにつくとその部分が溶けるんですよ。しかもほんの少しの油で溶けるそうなんですよ。だから例えば素手で触ったら手についた油でナマコが溶けてしまうから、手袋着用でナマコを触ります。そしてきれいな瓶に入れます。瓶に入れた時の音、これでナマコがカチンコチンであることが分かりますね。そこに熱湯を注ぎます。こうやって置いておきます。熱湯を注いだばかりの状態です。熱湯を注いですぐに膨らむということはありませんでした。12時間後、これが12時間後です。ちょっと膨らんだような感じですね。これの水を捨ててまた熱湯を注いで置いておきます。さらに12時間後、戻し始めてから24時間経過したものです。さらに大きくなりましたね。またこれの水を捨てて熱湯を注いで置いておきます。さらに12時間後、戻し始めてから36時間経過しました。明らかに大きくなりましたね。なんかナマコが成長してるみたいで、ナマコちゃんのことが可愛くなってきました。またこれの水を捨てて熱湯を注いで置いておきます。さらに12時間後、戻し始めてから48時間経過したものです。ナマコちゃんはまだ大きくなります。またこれの水を捨てて熱湯を注いで置いておきます。さらに12時間後、戻し始めてから60時間経過しました。瓶の中いっぱいに大きくなりました。どこまで大きくなるんでしょうね。またこれの水を捨てて熱湯を注いで置いておきます。またさらに12時間後、戻し始めてから72時間、要するに3日間経過したものです。ほとんど大きさは変わってないようですね。もうそろそろ料理してもいいんじゃないかなと思います。けどどんな料理を作るかまだ決まってなかったんで、とりあえずこのまま冷蔵庫に入れて保存しておきます。さらに5日経過、冷蔵庫の中で5日間置きました。5日間どのように料理するか考えてたんですよ。その間にもさらに少し大きくなりました。それではナマコを料理します。料理法は5日間考えた結果、ナマコのスタンダードな料理法としてオイスターソース炒めにしようと思います。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。まず材料を切ります。タケノコは薄く一口大に切ります。人参も同じように薄く一口大に切ります。戻した干し椎茸は石突きを切り取って適当に切ります。戻し汁は後で使うので取っておきます。ネギは斜めに切ります。生姜をみじん切りにして小さいお皿に入れておきます。ニンニクもみじん切りにして生姜と同じお皿に入れておきます。そしてナマコです。ナマコを瓶から取り出します。美しいナマコですね。大切に育てたんで、なんか食べるんがもったいないような気がしますけど、美味しく料理してやりましょう。ナマコの中に砂が残ってることがあるんで、まず包丁で切り込みを入れて中を開きます。そして中を水洗いします。一応洗い流しましたけど、砂が残ってるような気配はありませんでした。そして適当な大きさに切ります。あれ、ナマコに弾力がありすぎてビョーンと跳ねました。跳ねないように注意して一口大に切ります。これがナマコの断面です。次に鍋に水を入れてスープを作ります。
干し椎茸の戻し汁、鶏ガラスープの素小さじ2、醤油小さじ1、みりん小さじ1。沸騰してきたらナマコを入れて10分ぐらい煮込みます。ナマコ自体にはほとんど味がないんで、スープで煮込んで下味をつけておくという魂胆です。10分ほど煮込んだんで火を止めました。フライパンにラードを溶かし、生姜とニンニク、人参、タケノコ、椎茸、そしてナマコを加えて炒めます。ネギを加え炒めます。先ほどのスープを加え少し煮込みます。オイスターソースを大さじ1入れて混ぜます。スプーンで少しスープをすくって味見してみました。ちょっとオイスターソースが弱いと思ったんで、オイスターソースを少し追加しました。水溶き片栗粉を入れて混ぜます。火を止めて仕上げにごま油を垂らして完成です。お皿に盛り付けます。ナマコのオイスターソース炒めの完成です。ナマコを箸でつまもうと思ったら滑ってなかなかつまめませんでした。つまめました。弾力のある食感でナマコ自体にはほとんど味は感じませんでしたが、味付けは美味しくできました。美味しいです。というわけで美味しく調理することができました。家族にも食べてもらったんですけど、家族の反応は、妻はお酒を飲みながらパクパク食べてました。息子はたまに変な食材を見ると食わず嫌いをすることがあるんで、一口も食べないんじゃないかなとちょっと心配しましたが、美味しい、ナマコは何の臭みもなくて食べられると言って食べました。娘は普通に食べてました。確かに味付けは上手にできたんで、料理自体は美味しかったんですよ。ナマコ自体にはほとんど味がないんで、オイスターソースでこってり味付けしたら美味しく食べられますね。この料理がナマコのスタンダードな料理だっていうのは、それなりの訳があるんですね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。